こんにちは。今日は銀座のママになるまでのセルフブランディングということを、話していきたいと思います。どうやってママになったのとか、どうやって売り上げになったのという質問をいただくことがあって、今みたいに一切 SNS をしてなかった頃のお話をしたいと思います。SNS は今では Twitter とかあとインスタやってるんですけども、こういう SNS 以前なかったんですね。でその時に2012年に銀座に来たんですけども、そこから12、13、14で15ということで4年間働いて16年にお店を出しました。でお店のオープンと同時にインスタグラムを始めて、ホームページの代わりというかいろいろ発信して求人用に始めました。なので SNS が一切ない頃、どうやって私はブランディングしていったのとか、どうやってママになったのっていうところをお話しできたらと思っております。で私がすごく大事にしてきたことは、王道っていうことを大事にしてたので、銀座の王道を行ってほしいっていうことです。はい、で銀座の王道って何なのっていうのは、まず見た目もありますし、接客、あと銀座の女性ってちゃんとしてるっていうイメージがあるので、そのちゃんとしてる感を出すっていうのをとても大事にしてました。それはお店からの信頼であったり、お客様の信頼であったり、この子は連絡したら絶対に1時間以内に帰ってくるとか、この子はこうやって誘うと例えばゴルフっていうと女の子をパッと集めてくれるとか、そういうちゃんとしてる感っていうのをすごく大事に積み上げてきました。ではどうしたらちゃんとしてる風に見えるのか。まず、見た目、容姿、あとは、行動、この2つだと思います。で見た目は以前からも、私はインスタグラムの質問箱とかで、どういう人が採用されますかっていうことを伝えてきたんですけども、まず髪の毛も爪も全てシンプルなものが一番いいと思います。今では私もちょっとねこう赤っぽくはなってるんですけども、金髪とかね、そういう茶髪とかよりもなるべく暗い色にして、爪も、こうやってなるべく短くシンプルなものが一番いいのかなと思います。でつけまつげもダメですし、お化粧も、こういう風にねシンプルですね。そんなにこう作り込みはしなくて、なるべく肌の綺麗さを出していくメイクが一番いいと思います。結局それが一番いいっていうのはやっぱお客様が求めるものでもあるし、で女性もやっぱ綺麗に引き立つシンプルな化粧がやっぱ銀座らしいっていうイメージのもとに、このスタイルが一番いいのかなと思います。プライベートはね全然おしゃれしてくださって結構です。もうショートパンツ履こうが、髪の毛をその明るくしようが全然いいんですけども、本当仕事の時は一番シンプル、その王道を行くのがいいと思います。あとその容姿に関連して服装もできれば膝丈とか、ロングのスカートがいいのかなと思います。ショート丈とかミニスカートでも仕事はできるんですけども、ブランディングという意味ではエレガントさをこう重視した洋服選びというのが大事になってくると思います。足が長い子、足が綺麗な子は、スリットの入ったロングドレスとか、ちょっとショートだけでも全然いいと思います。ただこう体型的に私もそうなんですけど、下半身が結構、しっかりした方は、ロングドレスとか、あと私はこう首元が結構ね鎖骨とかが出てる方なんで、ここをすっきり見せる洋服を心がけたりしてます。胸が出過ぎるのもどうかなと思って、ただ胸も、今のドレスって大体こうシンプルにこうバーンと見せるのが多いので、それは上品な感じで、ここの首周りをすっきりして見せたりとか、ちょっと見えすぎる場合はこう下ろしたりとかして調整してエレガントさを重視した方がいいかなと思います。あと持ち物ですね。この持ち物もとても大事で、私が東京来た頃、ゼロヘルプって言って売り上げが1円もないまま来たんですけども、その時ってこういきなり大阪でやってたんでね、新地でやってたんで、いきなりこのままの格好でいくと、ゼロの新人なのにバーキン持ってるとか、新人なのにハリウッド持ってるとか、やっぱすごく違和感があるなと思いました。郷に入れば郷に従えじゃないですけども、新人なら新人らしい身だしなみ、持ち物があると思って、シンプルなバッグ、何使ったかな当時、ビトンだったかな、ビトンとかシンプルなバッグを持って、なるべくこうドレッシーな服を着るように心がけてました。
全ての持ち物は封印してたんですけども、次のお店になって売り上げで移ってナンバーワンを取ってからは全ての貴金属を全て引き出しから引っ張ってきてその時は時計も100万円以上のものをつけてたりとか、例えばアクセサリーもつけてました。でもそのヘルプっていうね、お客様にやっぱこう売り込む時期の時は洋服も本当なるべくシンプルにして、時計もまあ4、50万とかそれぐらいの時計だったし、お客様がこう育ててあげたいとか、この子教えてあげたいとか、応援してあげたいっていう、そういうこう身だしなみと持ち物が大事なんじゃないかなと思います。なので個人的にはナンバーワンになったらバーキン持ってもいいかなと思います。ちょっとヘルプで頑張ってるとか、そのねもう20代前半とかでバーキン持つと私はすごく違和感があるので、なんか買ってもらった感すごいじゃないですか。その人にすごくいいスポンサーついてるって思われてもなんかもったいないなと思うので、こうまだ駆け出しの頃はそういうの持たない方がいいのかなと思います。あと年齢も関係ありますね。ナンバーワンじゃなくてももう30ぐらいになるとバーキンの1つや2つは銀座で持っててもいいのかなという気持ちもあります。その辺はこう自分の本当出していきたいブランディングしたいと思います。こういう一番の王道はそうなんですけども、一方ですごく派手な女の子もいます。別にナンバーワンじゃなくてもすごく、派手なジュエリーしてたりとか、もう全身がそういう頂き物でガーッと固めてる子もいます。でもそれはもうその子の望むブランディングなんで、そういう派手キャラでいくんだろうなと思いますどっちかですね。振り切ってそっちの派手キャラに行ってお客様には高いシャンパンしか私飲めないっていうキャラクターでいくのか、もう本当に王道で応援してください、一番になりたいんですっていう形で最初本当シンプルなものから始めるかっていうところだと思います。では、銀座で必要なものはやっぱりちゃんとしてるかだと思います。そのちゃんとしてるっていうのがすごく曖昧な表現でとても難しいんですけども、お客様から見て安心感のあるホステスさんがやはり銀座の中で売れていくと思います。でその中には一つ時間を守るっていうのはとても大事かなと思います。なるべく1分でも遅れないように5分前ぐらいにはもうお店に入って先に待っておくとか、待ち合わせ場所には、5分から10分の間のその前ぐらいに来とくとか、そういう、このお客様がこの子はちゃんとしてるからっていう印象付け、イメージが積み重なっていって、係を任せてもらいたいとか、ママからね係を引き継いだりできると思うので、そのちゃんとしてる感っていうのを培うのがとても大事かなと思います。あと私が心がけていたのは、お客様に感謝の気持ちを忘れないということでお土産を、頻繁に用意しておりました。お土産というのはお店から出る時のお土産じゃなくて、旅先のお土産とか、あとこういうとこ行って美味しいお菓子見つけたよとか、そういう風なちょっとした手土産みたいな形です。で毎回お土産くれるキャラだとちょっと重たいと思うので、本当に何回かに1回ここ最近見つけた美味しい和菓子があるとか、あと実家で愛媛に帰っていたので愛媛のメーカーこれを美味しいのでって言ってお客様の会社に愛媛から郵送するということをしておりました。なので実家に帰った時もこれいいなと思えば、このお歳暮とかねお中元送っても大丈夫な方だと、そのお歳暮お中元とは別に会社に送ってました。するとお客様は日頃からメールをしてたので、愛媛に帰ってたんだっていう会話から1週間以内ぐらいそれに届くので、ありがとう、またちょっとお店行こうっていう動機づけになるというか、そういう自然な感じで気をあんまり使わないでいいようなものを送っておりました。あと風邪薬とかも送ったりしましたね。体調が悪いっていう方がいたら風邪薬とかユンケルとか、そういうマスクとかそういうのを高価なものじゃないものをプレゼントしていました。そういうのって本当は少しの気遣いでやっぱりイメージもとてもよく思っていただけるし、あと他のお店の女の子とかよりもね一つ注目してもらうというか、銀座に出たら飛鳥ママのとこ行こうとか飛鳥さんのとこ行こうとか、そういう風になっていくので、手土産とかちょっとした気遣いの、お土産っていいのかなと思います。ではここからは私が銀座のお店を持った後からのブランディングになるんですけども、今やっぱりブランディングといえば切っても切り離せないのが SNS だと思います。で SNS のブランディングは今はインスタがメインかなと。でインスタと、Twitter、 あと、やってる方は YouTube もやってるのかなというところなんですけども、まず
インスタのコツ、私もなるべく1日1投稿してたんですけども、ここ最近コロナで自粛になってから、1週間に1回とか2回になって、インスタがすごく流行った時期っていうのが5年ぐらい前なんで、やっぱそのちょっとね、今はスタンダードになってきたので、そういう頻度を下げています。ただインスタがやっぱり今では主流は変わらないので、ホームページの代わりだと思ってね、なるべく自分で発信して更新しているようにしています。で、インスタの更新で大事なのが、インスタっていうのはやっぱ憧れの、象徴みたいなものなので、なるべく写真で簡潔で憧れるものをなるべく見せていくっていうブランディングをしておりました。で、それとは真逆で、ツイッターは活字なので、こちらは共感っていうのを売りにしておりました。ああ、わかるわかるとか、ああ、そうだよねみたいな、それがツイッター。インスタは、ああ、そうなんだ、いいな、これ知らなかった、行きたいなとか、そういうものを中心にしておりました。あと、今ではやっぱりインスタでいろんな、写真だけじゃなくて文字のインスタもたくさんあるので、ちょっと得する話ですよね。あ、知らなかった、ここ行ってみようとか、あ、知らなかった、これ、保存しとこうとか、そういうのが今インスタでは伸びる秘訣なのかなと思います。なので、それをホステスさんの仕事に置き換えた時に、やっぱお客様とかに見てね、親近感持ってもらうための投稿なのか、それとももう銀座らしく、こういうとこで、食事してる、こういうとこで買い物してる、こういうとこ旅行行ってるっていう、ちょっとそのハイブランドを売りにするものなのか、はたまた趣味に特化して食べ物だけをあげるとか、ペットだけをあげるとか、好きなものだけをあげるとか、そういった風なもののブランディングなのか、この辺をきっちり分けていって、ごちゃごちゃしないように、ちゃんと筋を通してやった方がいいのかなと思います。これがブレると結構ね、ブランディングってブレると思うんですよ。すごく高級なものばっかり言ってるのに、私好きなんですけど、たまにラーメンとかドーンとあげちゃうと、ストーリーぐらいだったらね、親近感湧くし、こんなの食べてんだへーぐらいですけども、そういうものずっとあげていくと、やっぱりこの子ってずっとラーメンしか食べてないとか、この子ってあんまりいい食事とってないとかそういう風にね、やっぱ銀座のホステスさんのブランディングという面では、やっぱきれいめ路線でなるべく統一した方がいいのかなと私は思っております。本当はラーメンもあげたいんですけどねはい。で、 SNS のブランディングでとても大事なのは、まずその投稿してる人はもう誰が見てるかちょっと分かんないじゃないですか。いいねを押していただけたらその人が見てるよっていうのは確実に分かるんですけども、いいねを押さずにね、スルー、立ち読みの人もたくさんいます。なので SNS に発信するときは必ずみんなが見てもいいような内容だけを写真で残すことをお勧めしています。あと、お客様は見てると思って投稿された方がいいです。YouTube だったりインスタだったり、例えば私のだけじゃなくて、この投稿見たよって言って女の子が載せてる、私が載せてるショットとかスクショで送ってもらったことがあったり、 Twitter 送ってもらったことがあるので、そういう風に、SNS が誰の目に触れているかわからないっていうことを、頭に入れてちゃんと、ブランディングしていった方がいいのかなと思います。中途半端が一番良くなくて、もうお客様が見てると思って発信する方がいいと思います。友達に向けてアップしてもやっぱりそれどこにね写真が出回ってるかわからないので、本当に友達だけでしたいんだったら鍵垢にするべきですし、はい。でも誰の目に触れてもいいよっていうことでしたら、やっぱ仕事をしてる身だとなるべく人に見せてもいいような、ブレないように考えてやっていくのが大事かなと思います。はい、ということで今回は、銀座のママになる前のセルフブランディングの仕方と、お店を出した後に自分がしてきた SNS の活用の仕方でした。 SNS の活用とっても難しいので、ほとんどの銀座の人はしてないと思います。もう100人いたらインスタグラムをやってる人は85人ぐらいいると思うんですけども、そこに銀座って入れてない人もいっぱいいるし、ホステスって書いてない人もいっぱいいるし、どこそこのクラブで勤めてる誰それですって書いてるのは、100人いたら1人とか2人とかそのぐらいかなと思います。なのでどうしても人目に触れる機会は増えていくし、この子やってるんだよってまだ珍しい方なんで、ピックアップされることも多いと思います。なので使いようかなと思ってそれを有効に活用していって、自分のブランディングが合っていくっていうのは、このご時世はねとってもいいのかなと思います。
ぜひぜひ皆さんも、自分に合ったセルフブランディングを試してみてください。それではまた。